オンドリの鳴く前にという映画が日本で、公開されているルーマニア映画でですね、パンフレットに解説を書かせてもらってるんですが、はい、まあ、もうちょっと詳しく話したいなと思いまして、監督と直接話しすることができましたんで、ポール・ネゴエス監督と、彼はブカレストにいたんですが、すごいですね。ブカレストにいる人とカリフォルニアに住んでる自分がね、簡単に話ができるというズームというのは素晴らしいなと思いますけど、はい。で、いろいろ聞いてみたんですが、噛み合わないんですよ、話が。ポール・ネゴエスク監督と。で、どういうことなのかというと、ぶっちゃけて言うと、脚本に彼が参加していないってことと、さらに撮影をしているときに、脚本を大きく変えて、後半の流れは全然脚本と違うという話があって、で、僕は映画会社の人からパンフレットを頼まれたときに、タイトルがですね、オンドリの鳴く前にというタイトルだということを聞いて、はい、それをテーマにしてパンフレットを書いたんですが、聞こえてますよね。大丈夫ですね。はい。オンドリの鳴く前にという言葉のタイトルの意味を映画会社の人から説明されないで見て、これなんだろうということで書いたんですが、それについて、監督と話をしてみたら、監督が全然分かっていなかったというね、分かっていなかったというよりも大きな問題があってですね、はい。オンドリじゃないんです。これはね、面取りですね。はい。ポスター見た人はね、気がついたと思うんですけれども、はい。オンドリじゃないんですよ、これ。面取りなんですね。これは困ったなということですね。で、まあ、それはちょっと映画見てすぐに気がついた人もいっぱいいると思うんですね。これ、オンドリじゃねえんじゃねっていうね。ね、これはね、実は海外でのインタビューでも、監督は、オンドリについてってことで論じられていて、でも、面取りだと思うよってことを言ってるんですよ。で、僕も見ながら、オンドリじゃないんじゃないとは思ってたんですけど、ただ、映画会社の人はオンドリの泣く前にというタイトルつけたことはすごく重要なので、これはね、なんていうのかな。映画会社の人の方が教養があった。監督よりも。で、具体的に言うと聖書の引用なんですね。で、監督にそのことを言ったら、僕は実はあんまりキリスト教よくわかんないんだ、疎いんだって言われたんですよ。で、若いんですね。で、特に彼はルーマニアにおける、そのルーマニア正教会、ね、の政治との癒着にものすごく怒っていて、例えばこういうこと言ってるんですね。このオンドリの泣く前に一番悪いのは用心棒役で出てくるのが、ルーマニア正教会のその神父なんですね。司教なんですよ。それがマシンガン持って攻めてくるわけですけど、斧で人を殺したりね。そんなことってあるのって聞いたら、そのぐらいのことはやるやつだよね、やつらだよねって言ったんですよ、監督は。そそれくらい悪いやつらなんだとは、あいつらは。ね、神の名を語って政治と癒着して、もうやりたい放題なんだと、めちゃくちゃ怒ってるわけで、多分それでキリスト教に対する反発がすごく強いんですね、この監督は。ね、それなのになぜかこの映画が成功している理由というのは、成功してるっていうのは映画としてすごくうまくいってる理由っていうのは、この鶏の使い方なんですね。で、この鶏は一体、じゃあどっから来たのと、聖書の引用じゃないのって聞いたら、それは、おかしなレディーキラーというね、コーエン兄弟のアメリカ映画があるでしょと。ね、あれはある、お金持ちの老婦人をトム・ハンクスたちがなんとか騙して、金を取ろうとしてると、いろいろあって、どんどん彼らが死んでしまって、で、その大量の死者
を見ているのがカラスなんだと。カラスが語り部として存在すると。で、そのやり方でやれないかと思ったと。で、シナリオには鶏の記述がないって言うんですよ。じゃあ、って言ったら現場で撮影してたら、ね、どうしても鶏がそこら中にいて映っちゃうと。だったら話の中に入れた方がいいと。どけるよりも、ね、そこら辺にいるわけだからそのまま取っちゃえということになったという偶然だったんですね。うひゃーと思いましたね。はい。いや、でもこれはね、鶏を、主人公のイリエという腐敗した警察官ね、腐敗っていうか忖度しまくりの、権力に対して忖度しまくりの警察官を冷ややかに見つめる存在としての鶏というものを、そこまでは監督は考えてるんですよ。監視者としてのね、傍観者として、その主人公イリエの罪悪感を責め立てる存在としての鶏という監督のその場で思いついたことはすごくいいんですね。というのはこれが聖書の引用になっちゃってるんですよ、偶然で。ただ、シナリオではおそらく聖書の引用があったと思います。この鶏は聖書に出てこないにもかかわらず、洪水によって町がきれいに洗い流されればいいのにと、聖水のようにっていうセリフがあって、これはシナリオのセリフなんですね。だから、神の裁きみたいなものを求めてるんだと、この村は。というセリフがちゃんと書かれているんで、ある程度の意識はあったと思うんですけど、ただ、監督はね、ネゴイス監督はこれ、シナリオを渡されてやらされた映画で、自分は田舎について何も知らないし、ね、なんというかですね、自分は本当に頼まれてやっただけだっていう話をずっとしてるわけですよ。ね。うにゃーと思ったわけですけど、ところがこれに対して日本の映画会社がですね、おんどりの泣く前にっていう放題をつけたっていうのは、おんどりじゃないけどね、素晴らしいことだという結果として素晴らしくなってるんですね。で、どういうことかというと、聖書の引用というのは、ペテロという、ペテロとかペドロとも言いますね。英語ではピーターです。という、キリストのですね、イエス・キリストの一番目の弟子がいるんですね。使徒がいるんですよ。で、その人の話なんですけど、このね、ペテロという人はね、ただの漁師さんだったんですね。魚取りの人だったんですけれども、キリストに見出されて、第一番目の人になったんですが、ペテロという人はですね、この人、すごく普通の人なんですよ。神を求めていたわけでも何でもないんですよ。たまたま、ね、キリストと出会って、じゃあ、君がね、一番目の人になりなさいって言われてなったというね、あんまりその積極的な人ではなかったんですが、しかもかなり年だったと言われてますね。はい。すでに家族がいたという、研究とかもあるんですけれども、はい。で、キリストはですね、その当時、ユダヤ教の、キリスト自身はユダヤ教の教えを広めてるつもりだったんだけど、そのユダヤ教の、その、ラビーの人たちですね、ユダヤ教の宗教家たちからはいたんだと言われたんですね。具体的に言うと、政治的な問題が絡んでて、要するにその頃ローマに支配されてたんですけれども、ユダヤはね、ユダヤというか今のイスラエルですよ。で、それに対してユダヤの人たちは、征服されてるわけだから、一応ユダヤ王っているんですけども、ユダヤ王は、ローマ帝国の下に入ってたんですね。帝国だから、帝国の下にいっぱい王国があるわけですよ。ね。で、言いなりになってたから、ね、独立すべきだというふうな運動をしてたんですね。ユダヤ人の人たちはね。で、キリストもすごくその時もすでに人気があるカリスマだったから、なんとかローマへの反乱をリーダーシップ取ってくれないかと言ったら、キリストそれに興味を示さなかったんですね。だから、ユダヤの独立を考えているユダヤ教の宗教家たちはキリストを異端として告発してローマに逮捕処刑させるという流れになっていったんですね。非常に政治的な、ユダヤ独立運動と絡んでいるというのは現在の、一般的な解釈なんですね。ユダヤ教の人たちがキリストを、告発したのは。
で、それは、これと関係ないんですが、で、とにかくローマ兵が、当時の、なんていうか、治安警察ですよ。ね。が、キリストを逮捕しに来るんですけれども、その前に、今晩逮捕しに来るという時に、一番の弟子、ペテロに対して、ピーターに対して、キリストは、ね、あなたはね、おんどりが鳴く前に、私を3回、こんな人知らないと言うだろうと。予言したんですね。そしたら何を言われてんのか、わかんないんですけど、いや、そんなこと言わないですよと、ピーターは言ってたんですけども、ペテロは言ってたんですが、実際、ね、逮捕しに来た時にね、お前はこの、ね、キリスト、イエスっていうやつの仲間かってね、言われた時に、いや、僕、その人知りません。その人知りませんって何度も言っちゃったんですね。はい。3回言ったわけですよ。おんどりが鳴く前にってのは、おんどりが鳴くってのは朝ですよ。朝が来る前までに、あなたは私のことを3度裏切るでしょうと。ね、知らないと知らないふりをするでしょうと。イエスが言った通りになっちゃったんですね。それがこの時、これがその時の絵なんですけど、はい。わかりやすくね、一つの絵にまとめてますね。はい。これ見てるとわかる通り、この絵は一般的な解釈なんで、ペテロが、おっさんなんですよ。はい。キリストよりもずっと年上なんですね。キリストはまだ30代ですからね。はい。40ぐらいだったみたいですけど、はい。で、逮捕されるときに知らんぷりしてるんですが、非常に辛そうな、ね、要するに忖度してるんですね。この映画の中のイリエと同じなんですよ。ね、イリエは忖度してるけれども、新米、ね、2枚目の新米警官がね、村長たちの腐敗を暴こうとするじゃないですか。それを彼はね、止めるだけで、結局、彼は殺されてしまうでしょ、新米警官は。あれはキリストなんですね。なんですねっていうか、それを、シナリオライターはおそらく意図してるんですが、監督はあんまり気にしてないんですが、とにかく正義を貫こうとした新米の警察官が、このイリエがね、忖度したために殺されてしまうという状況がここで発生するわけですよ。はい。町山さんは朝泣くんだろうかって書いてます。今朝ですけど、別に泣いてないですけど、何を言ってんだ、この人は。はい。ね、それで、でも、キリストは復活するわけですよね。十字架にかけられた後。復活したらもう、ペテロは大変ですよ。すいませんでした。ごめんなさい。ね。で、一応イエスは許す人なんで、キリスト教ってのは許しの宗教なんで、それはその前のユダヤ教と決定的に違うところなんですね。ユダヤ教は裁く宗教なんですけど、キリストは許す宗教なんですよ。ね。一応許すわけですよ。ね、これはね、一応許したって言ってるのは、ペテロっていうのは、ピーターっていうのは、ダメなやつなんですよ。ね、イリエもギリギリまでダメなやつだったじゃないですか。ね。だから、その後もまたやらかしちゃうんですね、この人は。はい。何をやらかしかったかというとですね、はい。これなんですね。はい。ちょっとお待ちくださいね。この人ね、一応キリストを裏切ったから申し訳ないと思って、その後のキリスト教の布教を一生懸命やるんですよ。で、その頃ローマ帝国なんで、ローマの方まで行ってですね、キリスト教を広めようと頑張るんですね、ペテロはね。はい。で、ところがですね、皆さんご存知のように、ローマではキリスト教の弾圧が始まるわけですよ。ね。もうキリスト教徒を捕まえてね、コロシアムでライオンに食わせたりしてるんですけど、そう、最近グラジエーターって映画ありましたけど、あれ見ると、ライオンだけじゃなくて、いろんな種類の動物をコロシアムで飼ってて、ね、いろんなひどいことをしてることがよくわかりますね。象とかね、サイとかね。実際本当にアフリカからいっぱい連れてきてですね、ローマの皇帝たちはもう、ありとあらゆる動物にいろんなキリスト教徒とかいろんなのを殺させてたということは分かってますけど、はい。地下がね、動物を飼うとこだったんですね。コロシアムはね。コロッセオはね。はい。で、やっぱりあんまりひどい弾圧なんで殺されちゃうからって言って、ペテロこの頃おじいさんなんですけど、かなりのおじいさんだったらしいですけど、
ローマを逃げ出しちゃうんですよ。それで、もう逃げよう逃げようって逃げてたら、逃げてる最中に向こうから、なんと、お師匠様の、ね、イエス様がやってくるわけですよ。ね。で、あら、お師匠さん、どうしたんですか？ローマに向かってるんですか？すれ違うからね。って言ったら、イエスは何て言ったかというと、いや、お前がさ、ね、仲間のキリスト教徒を見捨てて逃げるっていうから、私があんたの代わりに十字架にかけられに行くんだよって言うんですね。で、やっとそこでペテロははっと気がついて、また裏切っちゃった。また私はひどい裏切りをしてしまったと、保身のために。ね、申し訳ないですって言って、ローマに帰って、ね、自ら十字架にかけられたという話があるんですね。はい。これがだからまさにそのオンドリの泣く前にのですね、最後に、ね、一回裏切っちゃうんだけども、ね、イリエはね、最後に戦うじゃないですか。立ち向かうじゃないですか。そこの、俺がなんか、あ、俺がイリエみたいになっちゃった。あ、頭上がったりした。はい。というね、シーンですね。警察官としてのね、役割に初めて目覚めるというシーンの元が、この、元がっていうかね、多分ね、シナリオライターが狙った元は、そこの部分だと。ね。それで結局、ペテロはですね、十字架に自分からかけられたんですけど、どういう十字架だったかというと、それがまたひどい十字架でですね、これなんですね。逆さ十字架だったんですよ。頭の方が下になってる十字架にペテロをかけられて、処刑されたんですけども、これもいろんな諸説があって、頭が下の方が早く死ぬから楽だっていう説もあるそうです。はい。いろんな説がありますが。はい。で、彼はそれでローマで殉教したんで、一応、バチカンのね、バチカンのカトリックの、最初の最初の教皇ということになってるんですね、ペテロは。はい。という話があって、だから「オンドリの泣く前に」というタイトルは、非常にそのペテロのことを考えると、イリエっていう人がどういう人かよくわかるということで、素晴らしい放題なんですが、実はこれには原型があるんですよ、さらに。で、おそらくその原型っていうのは2つあってですね、そのうちのどちらかを多分、シナリオライターは知ってるのかな。ただ、監督はどうも知らなかったみたいですね。若いからかなという気もします。はい。で、一つはですね、乱暴者という映画なんですよ。これね、乱暴者という漢字を書いて暴れ者というふうに書く映画もあって、それはマーロン・ブランドの映画なんですが、それと別に、メキシコ映画です。メキシコ映画で乱暴者と書いて乱暴者と読む映画なんですが、1953年の映画なんですね。はい。これはもう乱暴者が乱暴してる。非常にわかりやすい、はい、映画で、現代はブルート。エル・ブルートというね、ポパイに出てくる悪役のブルートのことですね。ブルートってのは乱暴者って意味ですね。はい。はい。これ、ルイス・ムニエル監督のメキシコ映画なんですが、はい。これどういう話かというと、ほとんどオンドリの泣く前にと同じです。はい。非常によく似た話です。まず、地主がいて、ね、その地域の土地を持っていて、威張ってる親父がいてですね、それが貧乏な人たちが住むアパートの地上げをしようとするんですね。そのアパートを取り壊して、更地にして売ろうとしてるんですよ。で、いろんな圧力をかけてて、それに対してアパートの住民が抵抗してるんですけれども、はい。で、もうあいつら邪魔だからって追い出すために、この乱暴者、ブルートと言われている男を雇うんですけれども、彼の名前がペドロなんです。ペドロカプリシャスのペドロです。はい。ピーターのことです。ペテロのことです。ペトロのことです。スペイン語でね。はい。で、雇うんですけども、彼は非常にひどいことをしてですね、その住人を追い出そうとするんですけれども、彼が悪いことをしようとするたんびに、そこに鶏が出てくるんですよ。
ちゃんと3回出てきます。で、最初は彼がその住民たちに暴力を振るってるところで住民たちに逆襲されてしまって、で、逃げ隠れしてると、そこに、まあ、鶏飼ってるところがあって、そこで鶏が泣きそうになるんで、ちゃんとおんどりです。はい。その鶏を絞め殺して黙らせるというシーンがあるんですね。はい。で、もう一つのシーンは、彼が地上げをしてですね、圧力をかけたり、暴力を振るってた相手の娘さんと出会うシーンです。はい。その娘さんは、非常に、なんというか、清純で美しくてですね、このペドロは、その娘さんを好きになってしまうんですね。で、その娘さんがまた別の鶏を飼っていまして、はい。で、そこで2回目の鶏が出現します。はい。で、ペドロは、最終的には、その自分を操っていた、ね、その地主を殺します。はい。という話なんですけども、すごく、オンドレの泣く参りと似た話なんですよ。はい。イリエと違って、この、ね、ブルートは、ペドロはものすごい乱暴者なんですけど、乱暴者だからね。はい。でも最後に、やっぱり、こその地主を倒すんですけれども、因果応報でですね、地主のその愛人に彼が手を出してたんで、その愛人がその裏切られたと思って、要するにペドロはその清純な方の娘さんの方を好きになっちゃうんで、裏切られたと思って警察に通報して、ペドロを射殺させるんですが、そこで出てくるのはこの鶏なんですよ。これ、おんどりですね。はい、おんどりだよね。はい、おんどりですね。はい。ちゃんとおんどりが出て終わるんです、この乱暴者って映画は。はい。これそっくりな話なんですよ。1953年なんですけども、同じじゃんっていう。だから、聖書の話がそのペテロが元になってるから、要するに権力に忖度して、その正義を裏切った男が、鶏によって、ね、まあ正義に目覚めてっていうか、自分の罪悪感を責められて、ね、それで、まあ最後は悪に立ち向かうという話なんですね。はい。で、実はその1953年にこのメキシコ映画が作られた直後、翌年にまたそっくりの映画が作られるんですよ。これがアカデミー賞にも輝いたですね、まあ、映画史上の傑作、ハトバなんですよ。ハトバという映画はですね、これはもう映画史に残る傑作で、ありとあらゆるところで引用されている映画です。はい。一番有名なのはロッキーですね。ロッキーの中で、スタローンが、俺はチンピラじゃないっていう、まあ、話をエイドリアンにするシーンがあるんですけども、チンピラじゃない云々っていうのは、この鳩場の中で主人公の元ボクサーの、元ボクサーでそのヤクザの下回りっていうか、ヤクザのための暴力装置をやっているマーロン・ブランドが言うセリフなんですね。で、全く同じセリフを、マーティン・スコセッシの、レイジング・ブルで、ロバート・デ・ニーロが一番最後に言います。はい。で、これは元ボクサーの男がボクサー崩れでですね、ヤクザの用心棒をやっているという話の始まりなんですね。ロッキーも最初はヤクザの下で借金取りやってたじゃないですか。ね。シルベスター・スタローンも乱暴者見てるんじゃないかなと思うところがあって、乱暴者って、要するにまあ、ヤクザの下で働いてる乱暴者の話なんだけれども、彼はその前に精肉所で働いてるんですよ。で、たくさん牛がぶら下がってるところで働いてるっていうシーンがあって、ロッキーの中で精肉所でこうトレーニングするシーンがあるんですけど、あれはその乱暴者にヒントを得たんじゃないかなと思うんですけれども、はい。で、まあ、メキシコ映画なんで見てないかもしれませんが、で、確実に見てるのは引用してるハトバなんですね。ハトバは見てるっていうか、スタローンが自分自身でハトバを、参考にしたって言ってるんでね、はい。見てるとかそういう問題じゃないんですね。はい。で、とにかくマーロン・ブランドは、そのハトバを、公安労働者を仕切っている、ヤクザの下でですね、まあ、暴力装置として働いていて、しかもその組合の、労働組合の人を殺しちゃうんですね。殺しちゃうのに加担するんですね。その彼が、まあ、殺されて、で、ショックを受けるんですけど、その労働組合の、殺された人の妹と恋に落ちてしまうという非常にややこしい話なんですね。乱暴者もそうですけども、清純な女性と恋に落ちることで、彼は目覚めていくと
いうところで、入江の場合は人妻だったですけど、一応、好きになってね、目覚めていくんですけど、はい。これがこの彼女なんですね。この彼女をだんだん好きになって、彼女は教会で働いています。カトリックの教会で。ね。でも、この彼女のお兄さんを実は死なせてるんですね。ヤクザの用心棒としてこのマーロン・ブランドは。ね。で、ここで、これすごいシーンで、これは伝説のシーンで、この女優さんがね、2人で歩いてるところで偶然白い手袋を落としちゃうんですよ。これ、シナリオになかったんですね。それをマーロン・ブランドが拾って自分の手にはめようとするというシーンで、これはマーロン・ブランドがそこでアドリブでやったんですけれども、はい、なんていうか、元ボクサーでヤクザのために人を殴ったりしてる男が、ここから正義のために、正しいことのために、自分を変えようとするシーンで、この聖女のような、女性のしていた白い手袋を自分に無理にはめようとするというシーンになったんですよ。非常に象徴的な。でもこれ偶然なんですよ。さっきもオンドリが偶然だったって言いましたけど、実際面取りですが、映画ってすごい偶然が、その映画の本質的なテーマを描いてしまう時があるんですけども、まさにそのシーンですね。しかも、この女優さんの名前がすごくてですね、この女優さんね、なんとですね、本名なんですが、エヴァ・マリー・セイントというんですよ。エヴァ・マリー・セイントというのは、エヴァはイブです。聖書の最初の女性、イブです。メアリーはマリア様。イエスのお母さん、マリア様ですね。聖母マリア。で、セイントという名字は聖人です。セイントです。イブで、マリアで、聖人なんですよ、この人、本名が。超偶然なんですが、もっと恐ろしいのは、この背景に映ってる教会、これ実際にそのホボーケンというですね、ニューヨークの郊外にある、教会で撮影されたんですけれども、この背景に、教会が映ってるんですね、彼女が働いてるから。で、この教会の、神父さんが、なんとかですね、このマーロン・ブランドをね、ヤクザから足を洗わせて、組合のためにね、その労働者のためにヤクザと戦わせようとするんですが、この教会が、延々と出てくるんですが、この教会はセント・ピーターズ教会なんですよ。セント・ピーターズ、だから聖ペテロ教会なんです。実際に。実在します、これ。そこで撮影してるんですよ。これ偶然なのか、だからこれも偶然なのか。やっぱり神のお導きなんだと思いますよ、そういうことを聞くと。はい。で、マーロン・ブランドは最終的に、自分があの悪いボスに立ち向かわなければならないんだということになるんですが、じゃあ鶏はどうなんだと。ね。鶏出てこないじゃん。鶏出てくるんですよ。鶏じゃないんですよ。これね、マーロン・ブランドは鳩を飼ってるっていう設定になってるんですよ。で、自分がすごく悪い仕事をしてるけど、ヤクザの下回りをしてるけれども、その中で自分の正気を保つためにやっていることが鳩を飼うことなんですよ。それは、死んだエヴァ・マリー・セイントのお兄さんが飼っていた鳩なんですけども、それを引き継ぐんですね。で、彼がすごく悪の道と正義の道で迷ってる時に、鳩が彼に正しい道を示唆していくという話なんですよ。で、この鳩も最後は殺されてしまうんですけれども、これはもう完全にそういう話なんですね。聖ペテロの話をやろうとしてるんですよ。鶏を、これね、都会、ニューヨークの港町の話なんで、がそこにいるというのは非常に不自然なので、ニューヨークの大都会に鶏いねえだろというね、問題があるんで、鶏を出さないで、鳩にするしかなかったんだろうなとは思うんですけれども、はい。でね、もう一つ、えもう一つなんですけども、これはお兄さんなんですね、このマーロン・ブランド、ロッド・スタイガー演じてるんですけども、このお兄さんが実はマーロン・ブランドを最初に八百長をやらせてボクシングをから、追放されることになったきっかけを作ったお兄さんで、そのヤクザの下でね、働かされてるんですけども、そうヤクザがね、またね、DJ コップという人が演じてるんですが、マーロン・ブランドとこのお兄さんに対して、お前たちは私の息子も同然だ。
っていうセリフがあるんですけど、あれもオンドリの泣く前にで、イリエに対して村長が言ってたことなんですよ。つまり、父親として君臨してるダース・ベイダーなんですね。で、それでこのマーロン・ブランドがもう俺はこんなのうんざりだって言って、で、このお兄さんはどうなるかっていうと、なんとですね、殺されるんですけども、そのボスにね、貼り付けになって死ぬんですよ。ビルの壁に貼り付けにされて死ぬんですよ。キリストなんですよ。すごい変なことをやってるんです、このハトバっていう映画はね。はい。だから実は非常に聖書的な映画なんで、あの、マーティン・スコセッシはね、子供の頃にこのハトバっていう映画を、その頃通っていたカトリックの、教会の神父さんと一緒に見てるんですよね。で、神父さんが言ったんで、あれは実は聖書の話なんだよと言ったんで、あ、そっかと気がついたということを自伝の中で書いてますけれども、自伝じゃないや、インタビューで言ってますけれども、はい。まあそういう話でね、だからマーティン・スコセッシは引用してるんですが、はい。ということでね、まあ、ポール・ネゴエスコ監督は気がついてなかったですけれども、非常にその映画史的に何度も繰り返してきたペテロの物語をオンドリの泣く前には非常に偶然それをもう一回なぞっているということですね。はい。ただね、この監督にインタビューした時に言ってたのは、今もっとひどい状況になっていると、ルーマニアは。で、はっきりと言ってたんですけど、マガみたいになっていると言ってて、どうしてですかって言ったら、ルーマニアがロシアに忖度するという、政策を出した大統領候補が大統領選挙に当選してしまったと。去年なんですけど、夏なんですが。そしたら、その彼の背後にいたのがプーチンだったことが判明したんですね。で、まあ、いろんな形でインフルエンサーを操っていて、プーチンが、お金でね、ロシアがね。で、それが、その、プーチン寄りの大統領候補を当選させることになったということで、ルーマニア最高裁がですね、その選挙は無効であるということで、大統領選をもう一回繰り返すことになったんですよ。で、それに関して、まあ、彼は世界中があのニュースでルーマニアどうしようもないなと思ってて恥ずかしいよと言ってたんですが、ポール・ネゴエスコ監督は、ただ、アメリカもそうだよって話なんですよ。ね、イーロン・マスクがコントロールして、インフルエンサー、彼自身がインフルエンサーなんでね、はい、ネットでインフルエンサーも動員してですね、まあ、トランプがね、大統領になったんですが、今何やってるかっていうと、ウクライナをロシアと分けるという会議をしてるんですね。ウクライナを分割するんですよ、プーチンとトランプが。ねえ。まあ、ひどい。まあ、ひどい。ね。で、その時にね、オンドリの泣く前にがスペインで上映された時に、彼は行けなかったらしいんですけども、ネゴエス監督は、その時に解説をした映画評論家の人が、大学の先生らしいんですけども、今世界に必要なのは、イリエのような人だと。ね、みんな忖度してるだろうと、権力に。でも、なんとか命がけでそれに立ち向かう勇気を振るう人が必要なんだというふうに演説したんですって。で、ネゴエス監督が感動したって言ってましたけど、はい。ということでね、はい。今のインタビューは、全文は映画秘宝今出てるやつに出てますから、はい。ということで、まあ、映画というのは、だから、監督が意図しないところで、非常に神話的な、人類的なものを拾ってしまうことがあるんだということもありますね。だから、やっぱり集合的無意識というか、ユングじゃないけど、物語というものは、全人類の心にね、ある程度いろんな形で刻まれてるんで、はい、それこそキャンベルも言ってましたけど、基本的に神話っていうのは全世界、実は根本的なところで共通するところがあるということを分析してましたけど、彼は。はい。それでスター・ウォーズができたわけですが、はい。ということでね、はい。オンドリの泣く前にで、ちょっと言っておきたいことがあったんで、ハトバとのつながりについて、お話ししました。はい。ということで、ちょっとね、一応、今チャットを見てみるとどうなってるかなというね。はい。マスクをどうにかしろ。マスクどうにかしろですよね、ほんとね。あの人、
まあ、ここで言うのもあれなので、今度、マリア君と話します。はい。彼、南アフリカでアパルトヘイトやってる時に教育されてるんで、白人として、もうアパルトヘイターなんですよ。アパルトヘイトって最後は D なんで、ヘイターって言うと、なんか憎しみのヘイトと関係ないんですけど、でも、アパルトヘイターと言いたくなるですね。はい。エリア火山もハリウッドにいられなくなったジョージア、グルジアですね。親ロシア派が回覧政権だったとね。そう、グルジアがね、グルジア、ジョージアがね、まあ、ロシアの傀儡政権だったんで、今大変な政府運動起こってるんですけど、アメリカは今そうですからね。アメリカがそうなっちゃって、アメリカがロシアの傀儡政権になるなんてことは、あるのかってさ、昔フィリップ・ケイ・ディックがそういう話書いてるんですよね。SF だよ、それ。ねえ、あと、あれだ。ジョン・フランケンハイマー。ジョン・フランケンハイマーだ。ジョン・フランケンハイマーの影なき狙撃者っていうね、マンチュリアン・キャンディデートっていう映画があって、それはアメリカで右翼がものすごくその共産主義狩りをするっていう話なんですね。で、ところが実はその右翼の上院議員っていうかまあ大統領候補が実はソ連からお金をもらってたって話なんですよ。ソ連に操られてたと。つまりソ連によって操られた右翼議員がアメリカを右翼化することによって最終的にソ連にアメリカを売り渡すって話が、その影なき狙撃者というね、ジョン・フランケンハイマーの映画だったんですけど、それみんなバカバカしい。どうしてアメリカの右翼とね、ロシアが裏で繋がってるなんて、そんな逆だろうってみんな言ってたんですけど、今起こってます、アメリカで。はい。ねえ。当時はバカバカしいと思ったんですよ、みんな。本当に怒ってるんですね。はい。ということでね、はい。もっとそれは映画と関係ないので、関係あるか、今映画の話してんだ、俺。はい。でも、影なき狙撃者はちょっと見ていただきたいですね。はい。マンチュリア・キャンディデート。本当に怒ってます。この映画、当時、バカじゃねえのってみんなに言われたんですよ。アメリカの右翼がロシアとつながってる。そんなバカな。いや、本当でしたね。はい。政権を取ってから、気がつくんですけどね。政権取る前に、殺すんですけど、映画の中では、その、ね、アメリカの右翼議員をね。はい。まあ、それも似てるな。撃たれたな、トランプ。はい。というところで、いろいろとね、映画というものは、偶然か何かわからないですが、現実を予言することもありますね。はい。ということで、ちょっとこんな感じで、前回ね、うまくやれなくて、OBS と繋がんなくてですね、失敗したんですが、今回繋がったんで、繋ぎ方が分かったので、はい、ちょっともっと積極的にやっていきたいと思います。はい。はい。ということで、皆さんどうもありがとうございました。はい。またやりますからね。はい。ちょっと不定期ですけど、はい。どうもでした。